皆さんこんにちは、ピノミです。本日は老け顔になる原因の意外な盲点という題名でお話をしていこうと思います。私も今現在もう34歳になりまして、何もケアをしなければね、もうジェットコースターのごとく本当に肌の調子とかも下降傾向を降りていくしかないので、日々どういったケアが必要かっていうのを結構考えたりするんですね。それですごく大切というか、いわば肌の土台になる話っていうのをしていこうと思います。もし今現在なんだか顔に年齢が出てきたなと思っている方であったり、今からでもしっかりと対策取っていきたいよっていう方いらっしゃいましたら、今日の動画参考にしていただけると嬉しいです。皆さん顔周りの見た目でなんか気にしてる部分ってありますか？老け顔に見える原因っていろいろあると思うんですけど、例えばシミであったりシワであったりほうれい線であったり、言い出すとキリないぐらいいっぱいありますよね。そんな老け顔に見える代表の一つと言っても過言ではないたるみですね。このたるみ結構大きいと思うんですよ。そんなたるみの原因になっているもの、それが実は骨なんですよ。今日の動画で一番大事なキーワードになります。骨が痩せてしまう、もっと厳密に言うと骨密度の減少なんですね。骨が痩せてしまうと美容の面でこのような恐ろしい原因になってしまうんです。もはや悪いとこのオンパレードじゃんって感じじゃないですか。顔の美容で取り上げられるのって主に肌の部分の表皮、その下の真皮、そして皮下組織っていうのが挙げられると思うんですけど、さらにその下には筋肉があって、さらにその下に骨があるんですよね。簡単に言うとこの5つの層から成り立っているんです。例えば紫外線を浴びて肌にダメージが起きてしまって老化現象につながってしまうっていうのはイメージがつきやすいと思うんですけど、こういう日々の生活から受けるダメージって表皮や真皮の肌の部分がダメージを受けてるだけではなくって、この中間層の筋肉であったり骨も日々痩せていくことによってこのバランスが崩れてしまって見た目が変化していってしまうっていうことなんですよ。家とか建物で例えると、骨組みがバランスを失うことによって家が倒れていってしまうようなイメージです。こうやって言うとちょっと分かりやすいですよね。土台が弱ってしまうことによって支えられなくなった皮膚とか脂肪が重力で下がってしまった結果、たるんでしまったり、ほっぺたなんかは膨らみが失われてしまうっていうことになるんですよね。恐ろしいです。骨自体って普段の生活ではなかなか目に見えないですし、体の不調に直接つながるっていうわけではないので、なかなかやっぱり変化っていうのに気づくっていうのは結構難しいんですけど、これでも体の中では年齢を重ねるとともに知らず知らずに少しずつではあるんですけど、徐々に変化が起こっているわけなんです。老けて見える原因になってしまう骨が痩せるっていうのは決して油断できないものだなと思っています。特に女性だと女性ホルモンの減少によって骨がなくなっていくスピードっていうのが上がってきてしまって、骨を作るスピードを上回ってしまうんですよ。骨密度自体も20歳をピークにそこから減少していくことになるんですけど、さらに50代くらいになるとぐっと低下してしまいます。骨密度って聞くと一般的に骨粗鬆症っていう病気が思い浮かぶ方多いと思うんですけど、もうそれだけじゃなくて本当に美容に密接に関わっているところなので侮れないですよね。そして残念なことに一度骨が痩せてしまうと増やすっていうことはできないんです。イコール一度後退して例えば顔がたるんでしまうともう戻らないってことなんですよ。そうなるとあまりにも見た目に出てきてしまった場合っていうのは気になってしまったらもう手遅れで、美容医療に頼るっていうのが現状で、例えばヒアルロン酸などのフィラーでこの膨らみっていうのを再現してあげたり、糸リフトで顔のたるみを引き上げてあげるといったそういった美容医療に頼るっていうのが現状なんですよね。もう一度酸っぱく言いますけど、一度減った骨は増やすことができません。ですが年齢を重ねると減少していくっていうのはごく自然なことなんですけど、減っていく速度を緩めるっていうことは可能ですので、ぜひ今から骨密度をなるべく減らさない習慣っていうのを身につけたいですよね。これはもう
適度な運動と偏りのない栄養を摂ることっていうのが一番で、運動といっても大きく考える必要はなくって、例えば1日8000歩以上歩くっていうのを心がけるとか、私結構隙間時間とかにやるんですけど、立ってる時にかかとを上げ下げする、こういった運動をやるだけでも少し工夫すれば毎日達成できることっていうのが結構あると思うので、こういう少しの積み重ねっていうのが大事なのではないでしょうか。栄養に関してもカルシウムとビタミン D が大切だと言われていて、このような食材を摂るのがいいと言われています。個人的には日々補いきれない栄養素っていうのはサプリメントを取るという、結構サプリメント肯定派ではあるんですけど、このカルシウムとビタミン D に関しては少し注意が必要で、取りすぎっていうのが、例えばカルシウムは貧血の人は注意する必要があったり、あとビタミン D に関しても結果的に体の害になりかねないことが起きてしまう可能性があるので、これはあくまでも取りすぎの話ですよ。なので、もし日々の生活で偏りなく栄養素取れてるよって方は、サプリメント取る際はくれぐれもこれ注意してほしいと思っています。20代の頃にですね、一度この骨密度の検査っていうのをしたことがあって、その時先生からこの私自身のこの骨密度の数値っていうのが平均よりずっと上回っていて、結構いい数値だったらしいんですよ。で、その時先生に言われたのが、小さい頃からたくさん運動してきたことと、あと何よりご両親が栄養の偏りなくご飯を食べさせてくれたことがこれにつながっていると思うので、ご両親に感謝してくださいねって言われたのを今結構思い出していて、両親には結構感謝はしてますし、かといってそれにあぐらをかかないで少しでもちょっと自分でできる対策をしていきたいです。今日一番言いたかったのは、骨が減ってから悩むよりも骨貯金を貯めて、なるべくこの減る速度っていうのを遅らせるっていうのが大切だと思ってるんですよ。なので皆さんも肌とかの表面的な美容っていうのももちろん大切なんですけど、肌の一番土台となる骨のケアっていうのも抜かりなく進めて、アンチエイジングを一緒に頑張っていきましょうね。はい、これからも美容に関することをたくさん配信していこうと思いますので、本日の動画少しでも参考になったよって方は高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた皆さんお会いしましょう。またねー。